ガチの歯科医師さんから強力の打診がこんな感じになりましたね。これを、はいカチッっていう感じですわ。そうすごいひっくりきた。ガイドがあるおかげで滑りにくいと思いますこれ。おおすごい。だいぶさばいてる。すごい。ちょっとすごすぎるな。皆さんこんにちは、リジェクトロート G の時戸でございます。はい、助手の小作です。今回は、はい、第25回格ゲー研究室となっております、はい、格ゲー研究室とは格闘ゲームのプレイ向上のためにさまざまなことを科学的に検証する企画となっております。はい、来ましたね。ということでですね、はい、前々回、はい、奥歯ボタンの進化版を、はい、ガフロさんに制作していただいてですね、はい、まあいろいろありました。衝撃的なサムネもありましたそうですね。こういう感じですね。赤ちゃんが使うおしゃぶりで、はいはい、でまあ指入れられるようになってるんで、はいはい、でそこにスイッチを押し込んで、でそれに配線つけて終わりです。あ、おはよう。喋れなくなっちゃう。おはようおはよう。成功してるね。ダラダラ出てくる。でただ可能性感じ度これ100点満点中、95点はあります。マウスピース型ボタンでございます。おお。ここにボタンをくっつけたと。おー、いけてます。でも以前よりは全然口の中に留めておくことはできる。マジでこれの方が全然やりやすいから。確かに安定感が違います。でまあ正直な意見としてあれが完成形ではないだろうと僕は思ってたんですよ。この台本とは全く違うくだりになりますけれども、はい、で案の定ですね、そっからもう新たな動きがあったみたいで、はい、なんと、ガチの歯科医師さんからガフロさんに強力の打診が強力の打診がありましてあれからさらに奥歯ボタンが進化したということでございます、ということで今回は奥歯ボタンシリーズの完全版進化版ですかね。なるほど。まだあるかもしれない、はい、そういう進化版を試してみたいと思います。はい、ということで今回のゲストはこちらのお二人となっております。ガフロさんと高歯科クリニックの院長先生、太田圭介先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ガフロさんはですね、もうおなじみと言って過言ではないと思いますので、まあ紹介はほどほどにというか説明不要だと思います。なのですが、太田先生をお会いするのは僕も今日が初めてなので、普段は歯科医師をやられているということですよね。もう本当に町にいる歯医者さんです。で今回ご協力を申し出ていただいた経緯なんかを紹介いただけると。最初奥歯ボタンのサムネとか見て中身見てから、いやもう絶対僕入れてほしいのにと思ってずっとコメントは送り続けてたんですよなんですけど、誰か拾ってくれって思ったんですけどやっぱさすがに向こうからは無理かと思って進化版の時にもうガフロさんのX を調べて直接 DM 送らせてもらってもうお願いと思ってやったらガフロさんが拾ってくれてそのまま話を通してくれたという感じですね。なるほどなるほど。格ゲーもプレイされてたっていうことですか？なんならスト2の頃から触れてて、ただ僕サード勢なんで4、5はちょっと触ったぐらいしかしてない感じですね。それではいよいよ見せていただきましょう。ガフロさんお願いします。はい、ドン。こんな感じになりましたね。ほう。メリットとしてはまあ見てわかると思うんですけど、すごいコンパクトですよね。太田さんに提供していただいたバイトブロックっていう、バイトブロック、開口器って言って口を開けてるのずっとしんどい人とかのためにこれを入れて開けとくものなんです。要は口の中にそもそも入れるもんですし、まあ丈夫で安全だと。これを切って削り出してる形になりますね。はい。スイッチとあとケーブルとかその辺以外は全部太田さんに提供していただいたものを使っていて、まあこのバイトブロックもそうですけど、この
カバーとかも、まあ、照射機カバーっていうらしいんですけど、まあ、照射機をカバーするものらしいんですけど、まあ、あとはそのボタンを固定しているゴムだったりとかもう全部その提供していただいたものを使って商人だ商人仕入れ先だじゃあ。まあ、そうですね、はい、お二人でいろいろやり取りされて、はいここに来たと思うんですけど、はい、どうでした？結構大変なこととかってあったんじゃないですか？ぶっちゃけ自分は今回ほとんど何もしてないですよ。そのボタンとコントローラーつなげる部分とかなんかそういう部分に関しては、まあ、自分作って組み合わせたりとかしたんですけど、他はその基本的には自分はその手を加えない形でその太田さんにお任せする形でやってもらって。まあ、そっちの方が自分は前回やったんで新しいものができるのかなっていうところもあったので、基本的にはお任せしてで自分の方に届いたものを実際自分が使ってみて良いところとか悪いところとかフィードバックを言うみたいな形だったんで、まあ、苦労としてはやはり制作してる太田さん自身がすごい大きかったのかなっていうそうですね。最初は僕本当にこれ使うのに上下で噛むタイプにしてたんです。なんですけど大きいとガフロさんがもうちょっとこれはちょっとダメだとでじゃあもうとりあえず半分にしようっていうところからいやまだもうちょっとなんとかできへんかって言われてさらに薄く削っててずっとなるほど仕事終わってからずっとこう削りながらずっともうちょっとなんとかならへんかなと思いながら俺が文句ばっかり言ってたからガフロさんの的確な指示出しによりプレイヤー目線だむしろそうねマウスピース型がそのなんだろうおしゃぶり型からその口を閉じてよだれ対策ができるようにっていうところで作ったものだったじゃないですか、前回の方が、そこに近づけられるような形にした方が、まあ、改良型ということで良いのかなというところで、まあ、できるだけ薄くっていうのは、ね、口を閉じられるようにっていうのは結構言った覚えがありますね。そうですね、はい、我々もよだれを取るか100万ドルを取るか議論もありましたけどそこはまあ両方狙いに行くとそうですね両方身だしなみも正しく、はい、かつ競技心でも耐えうるというですね、そちらの方向でやらせていただきます。いずれやばすぎると規制かかっちゃうかもしれない。サウジの大会とかあんなしっかりそうですね。半ズボンダメなところです。よだれは大丈夫なんですよ。あ、押してみます。あ、はい。指で押しちゃっていいんですか。ここか。そうです。横でちょっとこうやって。開始ですか。ここでっぱりが出てて、これをカチッっていう感じですわ。取れてる？あ、そういうこと？あ、ここか。あ、そういうことでしたか。どこに入れるのこれ？噛みやすいところで大丈夫です。なんで、一応奥歯だけじゃなくて前歯でも言うたらできますし、はい、やりやすいところにここが歯が入るようになってますんで、はいはいはい。穴にはめるの？こうですね。そうですね。そうですね。こういうことか。そうすごいひっくりきた。こう。はい。いや、てか、そう横向き、その向き。その向きあ、しっくり。そしたら上のすごいひっくりくるこれ。感触。早くやろうよっていう感じ。あ、てか加えながら喋れる。そういう。確かに。第一段階。よだれは。そう。じゃあ閉じれます。閉じれる。はい、それでは実際にコントローラーに装着してみましたので、実際に試してみましょう。はい。あ、ボタン押したおおマジかマジだったしケイやばいおおはい今5-1の打ち方したのに俺でもこれ喋れないね。喋ると押し方喋るとね、さっきは暴発が2回ぐらいある。喋れないで黙ってやれってことですよ。おいマジか。今の結構意表ついたんだけど。オッケー。前回よりも負担がないね。確かに楽。楽。ずっとつけてられる的うん。な。
あとやっぱ安心感があるね、うんやっぱり口に入れていいものを入れてるっていうそれ前も一応大丈夫だったんで前回も大丈夫だったんででもね使用感は今のところそんなに変わらないのかなっていうのが、まあ、前回もちょっと間空いちゃってるんで、記憶もあやふやになってるんですが、竹さんは前回その最速15フレーム記録してた。まあ前そうだ回でまあそうだフィットしてた。時生さん異常な適性を見せてる。小崎君はどう？でもやっぱり小型になった分と、あとやっぱ前回言ったと思うんですけど、なんかスイッチがちょっとずれちゃってるかもしれないみたいな。今回多分本当にもうそのガイドみたいなのに沿ってるんで、ずれようがないのかなっていう感じですね。思いっきり押せる問題みたいなのは前回よりかなりいい感じなのかなって思います。喋れる。喋れてる。確かにその奥歯をやめたら暴発も少なくなった今。ああ一番奥歯はやっぱちょっと理論値かなり速さと引き換えに喋れなくなる。試合モードこれは自由度があると。今ここはね僕はこの間のあたり4番ぐらい、なるほど。あ、一番奥よりもその辺の方が。7番じゃないです4番ですなんだな。たまに8番ある方いらっしゃるみたいですけどおいしい。おいしいあでもやっぱそうだ安定感ありますね、前回に比べると、ずれない。ここにボタンがあるっていうのがこうはっきりわかる。そうですね。ガイドがあるおかげで、いやこれは多分滑りにくいと思いますこれ、確かに。進化はしてる。間違いなくよかった。よかったもうそれで大阪から来た帰りました速さはでもそんな変わんないんじゃないかな、まあ確かにね。やってることは一緒です。そうですねそうですね前回の時点で。今回は反応速度を計測していきたいと思います。はい。計測ルールは過去シリーズの計測方法と同じです。お互いに竜を使用し、あらかじめ用意された表に従って2P ガード竜が技を振ります。1P ガード竜は相手の竜がインパクトを出した時のみインパクトを倒して、その反応速度を私と小作それぞれで計測するという流れになっております。あれちょっと待って。インパクトーターが今外れちゃったかも。こっちが切れた説あるかもしれないです。ちょっと待ってくだボさい。タンとつながってる側が。あ、本当だ。すいません。じゃあちょっと予備の方、これのハンダ付きがマジで難しくて。部分が関係。あ、そう。ああ、そうだ、ずれちゃってる、取れちゃってるわ。来ました。おお。これでもちょっと硬いな。あれ俺のインパクトが綺麗だ今度。ちょっと個体差が。答えがそうね手作りなんですよ手で削り出しでやっとるもんですいません個体差があれ俺のインパクトが今度切れちゃったかも。え？ああ取れちゃってるっすね。ここがマジか。問題かこれどう今ちょっと最速で返すために強く噛む練習みたいなのをしてたら取れちゃいましたそういうことか。これ最後の予備ですね。ラス予備。ラス予備。はい、いきます。オッケーです。終わりです。はい、ありがとうございます。ゼロ。はい。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,19 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,21 1,2,3 2、7,8 18 19、 19 16 17 17 17、 5、6、7、 17 17なんだね。 5、6、7、8 8 18 1、2、3、4おお、14フレ2回目が2回目飛ばしてない飛ばしてましたわ。多分そうでしょ。
11、2、3、4、え14と。うん2回目14 2で回目14。計測が終わりました。はい結果このようになっております。ドン。ドンおお。すごいだいぶ刺さる。ちょっとすごすぎるな。俺奥歯苦手そうだったんですよ、うんこれまで結構俺はすごい結果となりましたね。時の平均20、はい小作平均16で返すという。待って、今ま平で均の26やばいっすね。過去のデータを今まで一番早かったのが時戸さんの前回のマウスピースバージョンがうん、早かった最速で15もあったし15個人平均でも17。奥歯は確かにちょっと早かったんだよな。早かった小作はこれを大幅に上回る上回りました16。ちょっと奥歯一本でいかせて最近やっぱ TS さんの話を聞くじゃないですか。うんそしたらやっぱキャラがインパクトの時だけ変に動く、他の技とモーションが違うっていう、急に前にグンって出てくるっていうのを聞いて、最近ちょっとそれを意識してるんですけど、それの読みがハマっちゃったかもしれないです。それプラスその反応そうですね、なんか直結感はありました正直。結構マウスピースの時より思いっきり踏み込んでも良さそうだなっていうのは速さに絶対つながってるとは自分は思いましたね。まあお前はそれがあと5回だったら耐えれるだろうってことで結構思いっきり噛んだんですけど、だから前回よりやっぱそこの安定感はあった。時戸さんはちょっと差がそうですね。まあ前回の早すぎたっていうのがあると。それは時戸さん的にはこういう部分が原因かなと思える。どうだろうな。まあ2個目になった時にちょっとその押し込みのために力がいるなとは思ったので、僕が今特に違和感なかった個体差が多分結構あると思うんですよ。なるほど。それかな。その感覚はちょっと自分もテストしていた時に感じたことであるので、うんまた認識は間違ってないと思いますね。まあでも安定感はあるなとはやっぱり感じました。前回よりもフィット感があったので、押しやすいなとは思いました。であとはやっぱ耐久性そうはそうですね。あと今回のフィードバックとしては押したボタン押してるつもりなのが一回離れちゃったりとかっていうのはあったんで、まあインパクトだったらあんまり支障は出ないとは思うんですけど、そこをやっぱり自分の思い描いた通りのそのオンオフができると、なおよりいいのかなとは思いますね。なるほど。ただでもやっぱり指を添えてなきゃいけない問題は歯に移すことでここは解決できるっていうのはすごい大きいことだと思うので、これ以上薄くする必要はちなみにあると思います。こんなもんでいいのかな。サイズはなんかあんまりぶっちゃけ違和感なかったですね、今回ぐらいが。だから耐久性下がるぐらいだったらこれぐらいにガイドの部分がめっちゃ点の部分ですねめっちゃいいなと思いました。ああよかったです。そうですね、フィット感が。さすがでございまいす。やいやもう参考になりました。いやでもやっぱり使ってもらわないといろいろ出てきますね。自分でもいろいろ想定はしたんですけど、なかなかやっぱりまあ自分もやってみたい机上の話ですね。自分だけでは分かんなかったんで。ちょっと使ってみますわ。やってみます。でもうちょっと、予備だったりとかこの接続を解決していただく方向で何個か中で接着しちゃえばいいと思うんですよね。なるほど。はいじゃあもうそこをゴムだけで解決。そうそうそう。だから全然なんかいけそうな気はします。まただから進化版が終わらねえなこれな。確かに。以上格ゲー研究室でした。ガクロさん、太田先生ありがとうございました。ありがとうございました。お二人の方から何か、告知ありますでしょうか。まあこちらが今自分が売ってるものの中で一番新しいやつになって、特徴としてやっぱレバーレスの部分、左手側のレバーレスの部分が、まあなんでこんな傾斜がある形状なのかっていうと、手の負荷が強くて使いづらいっていう人のために握り込んだ状態で使えるような形状にすることで手の負荷を軽減して楽に操作できるようにしようという形が、まあ、これですね。多分動画だと伝わりきるか分かんないですけど、なんかこんぐらいある感覚になる。急にパッて触るとレバーレス触ってみたけど難しいなとか
その左手の負荷でかいなとか、まあそういう人にまあちょっと触ってみてほしいかなっていう。これどこで売ってるんですか？自分の X で告知してるまあ、ストアーズっていうまあ、個人販売ですね。そこで注文できると。まあ、そうですね。はい。うん、でガフロさんがはい日々はい徹夜して作ってると。徹夜して作ってる。なるほど。あ、そうですね。まあよければよろしくお願いします。という感じでした。はい太田先生から。あそうですね、僕まあ普段歯科医師してるんですけど、ものづくり自体はすごい好きで、例えば今だったら、歯並びが悪くなりにくい哺乳瓶のアタッチメントとかをちょっと作ったりとかしてるんですけど、でそれは赤ちゃん向けそうですね。っていうことですよね。でそれなんですけど、ただまあ世の中お金が大事ですんで、そのプロトタイプまでは行ったんですけど、最後のこの商品化に至ってないというところだったりとかするんで、まあ興味ある方はもしあれたらお声かけいただけたらなっていうのと、あとまあその他にも航空デバイスってちょっとハードル高いというか、どの会社もあんまり手出してないところだと思うんで、ご相談いただけたら何でも対応しますのでというところで、はい、お願いします。いやこの度ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。奥歯ボタンはですね、まあ一旦区切りっていう風に台本になってるんですけど、まあまだまだね、耐久性等を含めて確かにこれね、がぜん我々2人は、これ使ってきますんで。そうっすね。これ使って試そう。なるほど。食べましょう。試しましょう。はい。そうですね。はい。試しましょう。まあちょっとその耐久面とかでちょっと改善できたらまたご報告いただいて、まあ可能だとプレートよろしくお願いいたします。はい。そして太田先生にはですね、次回の格上研究室の方で奥歯ボタンとは別のテーマでご出演いただく予定ですので、引き続きよろしくお願いいたします。大予告。楽しみ。それでは次の動画でお会いしましょう。また。